はい、皆さんこんにちは。最近またね、いろんな人が僕のモノマネをしてくれるんですけど、そんなに喋り方僕って変ですかね。なんか不思議に自分では自覚ないんですよね。しかもみんなモノマネしてるのが、大体僕が悪魔に取り憑かれてた初期の頃の動画なんですよね。はい、皆さんこんにちは。みたいな感じのやつ。なんかテンションが低いんだけど、なんかちょっと笑かそうとして、ちょっと笑顔のやつ。今ノリでやるって言われてもなんか全然できなくて、はい、皆さんこんにちは。今日はですね、みたいなちょっとわざとらしくなっちゃうよね。どうやったんだろう。本当に悪魔に取り憑かれていた。ここだけの話、メインチャンネルで123便の事故の動画アップしたじゃないですか。良くも悪くもたくさん反響が来て、なんか当時のね、事故に関わっていた関係者からもなんか DM が来たりして、もちろんここでは話せないんですけど、やっぱね、こうやってみんなが真面目に語り合える場があるのって大事だなって思いましたね。今日のテーマもね、ちょっとシリアスなものになるんですけど、ところで皆さん、環境改変技術の軍事的使用、その他の敵対的使用の禁止に関する条約って知ってますか？ 1987 年にできた条約で、大まかなね、内容としては、現在あるいは将来開発される技術により自然界の諸現象を故意に改変、軍事的敵対的に利用することの禁止を定めるというものなんです。要は人工的に津波、地震を発生させたり、発生させた台風、ハリケーンの方向を変え、それらを敵対国に兵器として使うことを禁止するということなんですね。なぜそんな条約が存在するのか気になりますよね。日本という島国に住んでいる僕たちにとってかなり身近な存在である地震。1900年から1999年の間に日本で起きた震度5以上の地震は約300件でした。そして2000年から2022年の間に起きた震度5以上の地震はなんとすでに300件を超えているんです。まだ100年のうち5分の1しか経ってないのに、その前の100年の間に起きた地震の件数をもう超えちゃってるんですね。僕たちもう体が完全に慣れちゃってるもんね。このままいけば2000年代が終わる頃には単純計算したとしても約1500件の震度5以上の地震が起こることになります。なぜここまで増えているのか。もちろんね、100年前に比べてね、地震測定システムがね、技術的にね、発達しているからということもあり得るけど、本当にそれだけなのか。何か大きな地震が発生すると、大体ツイッターのトレンドに入ったりする言葉が人工地震。もうかなりね、都市伝説としていろんなとこで語られているんですけど、文字通り掘っていくとかなり興味深いことがいろいろ湧いてくるんです。しかも都市伝説だからといって空想の物語だけではありません。実際学術的用語で Induced Seismicity 誘発地震と呼ばれるものがありますが、地質学における調査手段のことを人工地震と言うんです。ただこの2つの言葉は同じ意味なようで全く違うことを指しているんです。1942年第二次世界大戦中のアメリカで、米軍陸軍がデンバー北東の広大な敷地にロッキーマウンテン兵器工場を作り、化学兵器の生産を始めました。工場では白リン弾、ナパーム弾、マスタードガス、サリンなどの兵器と化学兵器の製造、貯蔵が行われていました。戦争が終わると民間の企業も工場を使うことが許可され、1946年にジュリアス・ハイメン&カンパニー GHC が殺虫剤の生産を開始しました。1952年にはシェリ石油が GHC を買収。60年代にはロケットエンジン推進剤の製造が開始されました。同時に製品を製造する過程で生まれる化学物質含む廃液は当時容認されていた方法により処理されていました。1982年、東西の緊張が緩和されたことと、1950年代に廃液処理から出た汚染地下水による農作物への被害が確認されたことで、環境への懸念から軍事部門、民間部門ともに工場での製造は停止。残った廃液は地上の廃液保管池で管理されることとなったんです。ただいつまでも大量の廃液をね、保管していくことはできないので、陸軍とシェル石油は廃液を地中に流し込み埋めるという処分を取ったんです。1961年には深さ3671メートル、カンブリア紀にあたる地層まで到達する井戸を掘削し、1962年3月、本格的に廃液の注入が開始されました。しかし約1ヶ月後の4月24日、マグニチュード 1.5 の揺れが観測されました。なんとそれ以降、地震が多発するようになったんです。ここでコロラド鉱山大学の院生ユン・リアン・ワンが学位論文の一環として行った調査によって判明したのは、震源はデンバー市の北の長さ75キロ、幅40キロ、深さ45キロというかなり狭い範囲に集中しているということでした。ただこの時点でね、他の地震学者たちはこれはね、天然に発生する群発地震だと思い込んでいたんですね。しかしその後行われたさらに詳しい調査により、地震は緯度から半径 8km
トル以内であったことが明らかになったんです。その後、ワンの調査の結果から廃液の地下処理が地震と関係しているという可能性をレジスカレッジ地震観測所のジョセフ・ B ・ダウニーが提案し、1965年11月にはデンバーの地質学者デビッド・エヴァンスも廃液の注入と地震の頻度が相関しているとするデータをまとめ、テレビなどで大々的に主張したんです。しかし陸軍はこれを否定。米国地質調査所もこの主張に対し非権的な見解を持っていたことから、地震と関係ないことを証明するために観測機器を設置したんですね。すると観測結果は地下処理と地震の発生頻度の関連を示したんです。なので試験的に1964年後半から1年間作業をね停止したんですね。これでね地震が減らなかったら関係ないじゃんって。ただなんと地震は激減したんです。さらに1965年後半作業を再開すると地震の回数も元通り。いやもう学んだでしょ。わかるよ。なんか本当に確かめたくてギリギリまでね何回も試しちゃうことよくある。廃液を地下に注入することで地層内に圧力が増加され、それにより開放破砕が発生し地震となっていたんです。1996年には廃液の注入が中止されたんですけど、約1年後の1967年8月に最大マグニチュード 5.3 の地震が発生し、膨大な被害が出ることとなりました。この廃液の処理が中止するまでには約62万平方立方メートルもの廃液が地中へと注入され、なんとその間の1963年1月から1967年8月9日までに1300以上の地震が発生していたんです。これが地中注入による誘発地震の最初の事例だったんですね。ただなんとこの事例、その後日本でも確認されているんです。長野県長野市山間部に位置する松代、ここではなんと1965年から約2年間にわたり約5万回もの地震が発生し、1日で700回以上、平均5秒に1回のペースで地震が発生していた日もあったそうなんです。5秒に1回ってこれもうほぼ心臓の鼓動と同じぐらいのペースですよ。どっちかわからなくなるやつ。地震、地球の不整脈説やないな。この原因というのがアメリカで起きた誘発地震と同じ地中に水を注入して起きた地震だったんです。ただ日本で行われたのは廃液の処理ではなく地球物理学研究の観測のための実験でした。この実験もアメリカと同様、地下にね水を注入しなくなったらなんと地震の回数が減ったんです。じゃあね地下にね何か注入しなければ地震は起きないのかと思うと、実は他にもあるんです。1960年イタリア北部ベネト州の深い渓谷に完成したバイオントンダムは平行262メートルと当時世界最高の高さを誇るダムでした。しかしダムが完成される貯水が始まるとダム近辺で地震が多発、地盤が弱くなっていたところで貯水の浸水が130メートルに達し、最初の地滑りが起きたんです。この地滑りにより貯水池が分断され、分断した貯水池をつなぐバイパス水路が建設され、ダムとしての機能を維持していました。1963年記録的な豪雨に見舞われたことから同年9月に貯水量を減らすために放水が行われました。しかし約1ヶ月後の10月9日、ダム南岸の山が 2km 以上にわたり地滑りを起こし、 2.5 億立方平方メートル以上の土砂がダムの貯水池へとなだれ込んできたんです。それによりダムの高さを優に超える津波が発生。ダムから溢れた濁流は下流の村を押し流し、住人2125人の犠牲者を出したんです。一見これはたまたまダムの水にね土砂が流れ込んで起きたように見えますけど、ダムに溜まり続けた水が周りの山の地層に染み込んだことで少しずつ地層がずれて起きた事故だったんです。2008年に発生した四川大地震も四平方ダムに貯水された3万2000トンという水の重量がダムの下に通っている断層線に負荷をかけたことで起きたとされています。地震が発生した年の4年前にダムは完成し、4年間という時間をかけ断層に負荷をかけ続けました。その結果、中国四川省でマグニチュード 7.9 の地震が起こり、8万人の死者と行方不明者が出たんです。1961年長野県西部で起きたマグニチュード 6.8 の地震、1961年8月岐阜県で起きたマグニチュード 7.0 の北見の地震、1969年同じくマグニチュード 7.0 の岐阜県中部地震、これらもダムによる誘発地震だったのではと言われています。とは言っても日本って世界的に見たら自然に発生する地震が圧倒的に多いじゃないですか。なので
はっきりとダムが原因だとは言い切れないそうです。このようにね、技術の発展、環境のためにやっているかと思いきや、皮肉なことにそういったことで地震が発生してしまっているという、技術の発展に自然の犠牲はつきものなのか。みんなシェール革命という言葉は聞いたことありますか？今までは石油が主なエネルギー源だったんですけど、近年ではシェール層と言われる深い地層からシェールオイル、シェールガスというものが抽出できるようになったんです。従来の石油は主に中東などから輸入していたんですけど、なんと日本でも他国に依存しない国産のエネルギー資源を作り出そうという研究がすでに始まっているんです。水平掘削構成技術と水圧破砕法フラッキングっていう方法で水と砂、化学薬品を混ぜた液体を高圧で地下へ注入していきます。それを何回も出し入れすることで、ファッキングですね。地中に埋まっていたエネルギー資源を表面に押し上げていくんです。緑茶とか飲んでいる時にね、時間が経つと下の方にね、苦いのが溜まっていくじゃないですか。そこにね、勢いよくお湯とかを入れると、その苦いのがふわーって上に上がってくるじゃないですか。要はそういったやり方で地底にね、埋まっている資源を表にね、出していくと。日本では2012年10月3日、秋田県の相川湯ガス田で実施しているシェールオイルの実証実験で、国内で初めての地下1800メートルあるシェール層からのシェールオイル採取に成功しました。資源を取り終えた地下水はまた地下へと戻して処理しています。なんとここでも誘発地震が懸念されているんです。こんな感じで特定の地層に圧力をかけ砕いて何回も押し出しているんですけど、明らかに断層がずれていきそうな感じはしますよね。実際アメリカでは2009年以降、中部から東部にかけエネルギー産業の活動が関連すると考えられる誘発地震の発生回数が急増し、2011年にはアメリカのオクラホマで過去最大規模であるマグニチュード 5.6 の地震が発生したんです。アメリカでもオクラホマ州はじめ多くの州で水平掘削構成技術と水圧破砕法が推進したことで、シェールガスやシェールオイルの採掘が盛んになっていたんです。これによりオクラホマ州のある地域では本来あった地震に加えマグニチュード3以上の地震も急増し、1970年から2009年の間に100件以下だった地震発生数が2014年の1年で約600件、2015年には907件も頻繁に起きるようになったんです。2016年3月28日には米地質調査所の予測で、今後オクラホマ、カンザス、コロラド、ニューメキシコ、テキサス、アーカンソーの各州で暮らす人々のうち年間700万人が誘発地震のリスクにさらされ続けると公表しました。もう明らかに起こるって分かりながら過ごすのって恐ろしいですよね。シェールオイル、シェールガスと同じく今注目されているのがメタンハイドレート。メタンハイドレートは天然ガスの主成分であるメタンと水とが結合し結晶化したもので、通称燃える氷とも呼ばれています。日本近海では2種類のメタンハイドレートが存在しているらしく、その一つである砂層型メタンハイドレートの海洋産出試験が愛知県、渥美半島、三重県、志摩半島沖にある第二渥美海峡で行われているんです。2013年に行った第1回目の海洋産出試験では、世界で初めて海洋でのメタンハイドレート層からのガス産出に成功しました。しかし様々な問題が懸念されているんです。まずメタンハイドレートの採掘場所が北緯33度56分東経137度19分、三重県の右下ら辺にあるんですけど、これがなんと南海トラフのある断層のかなり近くにあるんです。ただでさえ政府の地震調査員がトラフ沿いのどこかでマグニチュード8から9の地震が起こる確率は50年以内に 90% ほど以上、10年以内なら 20% 程度と公表しているんですね。ここで懸念されているのが採掘することによって起こる誘発地震なんです。他にも地震が起きたことが原因で採掘装置が壊れ、そこからメタンハイドレートから分解したメタンガスが地震で地割れが起きたところから地上に大量に噴き出す。その結果、噴出した後の地盤が急激に沈むことで発生する大津波の存在も懸念されているんです。一応これらの懸念点に対して研究所の人々は問題ないとは言っているんですね。見ての通り地震って意外と簡単に起こせちゃうんですよね。あれだけね、大地を揺るがすなら相当な力が必要かと思いきや、小さな蓄積で誘発されてしまうと、逆に言うと地震を意図的に起こすことも可能ということです。人工地震、名目としては主に地中を探査する目的で起こされるもので、地面を奥深くまで掘ってそこに強力な爆薬を設置します。で、
爆発させる。こうすることによって人工的地震を起こし、波形南下を観測することで地中を調べているんです。爆薬の他にも圧縮させた空気や水を一気に水中に放出する方法や、水中での放電、重りを振動させることで発生するスイープ波を使った方法などがあります。このように陰謀都市伝説抜きにしてね、人工地震を起こすことは実際可能なんですね。そして地殻調査という名目ではなく、実際に戦争で兵器としてね、敵対国に使うためにいろんな国が開発していたのも事実なんです。日本でも地殻調査のためなのか、あるいはね、兵器開発のためなのか、1950年代から1984年代まで人工地震に関する報道があったりしたんです。もし人工地震が兵器としてね、使われたらどうなってしまうのか。戦争って、相手が誰かはっきりわかるから戦いになりますよね。でも人工地震を使うと自然地震や誘発地震があるから、はっきりと相手を特定できないんです。多分あそこの国が攻めてきたんだろうって言って報復したり、普通のね、自然地震なのに人工地震だと思ってどっかに攻撃をね、仕掛けたりと、そういったことがね、起こらないように作られたのが環境改変兵器禁止条約なんです。1974年の東西冷戦下におけるアメリカとソ連の間で、戦争で人工地震を兵器として利用するのはやめようという共同声明が発表されたんです。ここから1976年に環境改変兵器禁止条約が国連で採択され、1977年には世界121カ国が条約に賛同し、条約を結びました。ただ果たしてみんなね、この条約を守っているのか、もうすでにね、人工地震は使用されていたりするのか。1944年、太平洋戦争末期、昭和19年12月7日午後1時35分、愛知県三河湾南沖から南東沖までの南海トラフのすぐ真上に位置する場所で、マグニチュード 7.9 の昭和東南海地震が発生しました。広い範囲で震度4以上が観測され、最大震度7を超えるところもあったそうです。この地震で東海地域にあった軍用工場が壊滅的な打撃を受けたんですね。ただそのことをね、敵国に知られてはいけないということで箝口令が敷かれたんですね。しかし地震発生後、上空を飛んでいた米軍の B29 から日本語で、地震の次は何をお見舞いしましょうかと書かれていたビラが大量に巻かれたという話もあり、ここから東南海地震はね、アメリカが日本に仕掛けてきた人工地震なんじゃねって囁かれるようになったんですね。本当か？一応ビラの写真も出回っていたりするんですけど、当時のものなのかはね、どうかは定かじゃありませんし、もし本当にビラが巻かれていたとしても、自然地震を利用してね、これ以上の災難をお見舞いしてやるぞっていう脅しかもしれないですしね。現代でも人工地震を起こすね、兵器として語られているのがハープ。ハープとは高周波活性オーロラ調査プログラム、アラスカ大学と空軍、海軍、DARPA の共同研究であり、研究の目的は地球の電離層と地球近傍の宇宙環境で発生する自然現象を探求し、理解することにあるとされています。そこで使われているのが、みんな大好きマッドサイエンティストのニコラ・テスラが発明した世界システム。どこにいても電磁波を用いた無線送電装置によって世界中にエネルギー供給できないかというものでした。ここでテスラが発明したのが共振変圧器テスラコイルだったんです。テスラは世界システムが完成し、電波の出力を高めれば地球を割ることもできるだろうと発言していたんです。実現できなかったテスラの世界システム、ただこの技術をね、応用してできたのが人工地震を起こすとされているハープなんですね。高出力の高周波を電離層に照射して活性化させ、電離層の挙動や無線通信などへの影響を調査することが目的と説明されていますが、実際には照射した電磁波により地層に含まれる水分を蒸発させ、爆発を起こすことで地震を発生させているのではないかと言われているんです。過去に起きたスマトラ沖地震、ハイチ地震、ニュージーランド地震、日本で起きた阪神淡路大震災や東日本大震災も人工地震が原因ではないかと言われているんです。またアメリカのサンフランシスコを本拠地とする総合建設会社 B 社も人工地震をね、起こしているんじゃないかと囁かれているんです。年間売上5兆円を超す世界最大規模の企業なんですけど、 B 社が手掛けているのはダム建設やエネルギー施設、工場が多く、会社の社長に就任する人物たちも個人企業にしては異例の顔ぶれが並んでいるんです。ジョージ・スルツ、1974年社長に就任。その後第60代アメリカ合衆国国務長官に指名。キャスパー・ワインバーガー、1975年副社長兼法律顧問に就任。その後アメリカ合衆国国防長官に指名。ジョン・マコーン、1937年2代目ステファン・ B 社の共同経営者となり、 B 社マコーン社を設立。ステファン・ B が会長、マコーンは1945年まで社長を務め、その後
国防次官、空軍副長官、原子力委員会委員長を歴任しました。1980年には B 社はロナルド・レーガンの大統領選挙運動で結構な額の寄付を行い、また CIA 御用達の企業でもあるアメリカ国家とかなり親密な関係を持った企業というわけなんですね。日本でも何かとアメリカとの問題が囁かれていた N 元首相就任期間には、それこそ B 社と密接な関係にあったレーガン元大統領とのロン安関係ということもあり、アメリカから頼み事と言っては聞こえがいいかもしれませんが、裏では日本へのアメリカ企業の進出という名目のもと B 社の参入を後押ししたんです。結果的に日本の公共事業である羽田空港の新ターミナルビル、関西国際空港、中部国際空港の建設に B 社が参入し、また六ヶ所村にある核燃料再処理施設も B 社が手掛けていたりと、徐々に日本国内でその事業をね拡大していったんですね。でもなんでそれとね人工地震の話がつながってくるのと思うじゃないですか。なんとね、大地震が起こるところでは B 社が何かしら行っているんじゃないかという噂が陰謀論では囁かれているんです。阪神・淡路大震災が起こった頃、明石海峡大橋のボーリング工事を行っていたのは B 社だったとか、また東日本大震災の震源地近くで掘削作業を行っていた独立行政法人海洋研究振興パンチ独立行政法人海洋研究開発機構に所属する船地球、今ではアメリカで始まった総合国際深海掘削計画という国際組織の下請けを担当し、地球環境変動、地球内部構造、地殻内生命圏などの解明を目的とした研究を進めているんです。ここにももちろん B 社が参入しているんです。しかも2017年5月から約1ヶ月にわたり三重県沖南海トラフの近くで第2回メタンハイドレートの海洋試験で掘削をしていたのもこの地球だったんです。といってもね、南海トラフはまだ起きてないし、実際に起きたとしたらまたここからね陰謀論がね繰り広げられるんだろうけど、ただね、実際に起きた自然の地震と人工地震、どうね区別をつけるのか。インドで行われた核実験を使い発生させた人工地震と自然地震との違いを示した地震計の波形画像によると、上の波形では静かだった線がいきなり大きくなっていますよね。下の波形は小さい波が徐々にね連続して大きくなっているのがわかります。自然地震では最初に軽い横波の P 波が来て、次に縦揺れの S 波が来るんです。逆に人工地震だと P 波はなくいきなり S 波が来るということは、上の波形がこの絵で人工地震を表しているんです。そしてこの波形と同じ波形が観測されたのが東日本大震災だと言われているんです。また東日本大震災がね人工地震だと言われる理由は他にもあって、地震の震源地である日本海溝沿いに掘削船地球がいたこと、大きな爆発音がしたという話や、爆発音の後に巨大な渦巻きが発生したこと、いち早く駆けつけた友達作戦のアメリカ空母の船員がなぜか日本人よりも被爆していたという話。こんな感じでいろんな説がね湧いてくるんですけど、陰謀論って難しいのは絶対に否定もできないんですよね。肯定もできないし、裏も取れないし、否定もしでもうなんともどうしようもないんですよね。はい。ただ一番気になるのは、人工地震だったとしてなぜそういったことをしているのか、これをすることによって誰が得をするのか、皆さんもうお分かりの、彼らですよ。はい。あえて言わんスタイル。なんか噂によると東北地方が次の首都になるという話があって、そうなの？ジョン・タイターさん、岡山じゃないの？とにかく次期大都市になる土地を手に入れるため、わざと土地の価格をなくすことで手に入れやすくするんだとか。そしてこの計画は B 社が日本に参入してきた時からの計画だったとも言うんです。なぜならレーガン政権で日本金融市場の開放を促し、当時の N 元総理はこれを異例のスピードで承認。ここから日本は外資に対する参入障壁の撤廃、円の国際化など海外企業がバンバン参入してきたんですね。これで実質日本国内である程度外資系の企業の立場を拡大させ、同時に金融を操るエリートの人たちが日本の政治に入り込みやすくなる。そして東日本大震災のようなことが起きた際にはいち早く復興という名目のもと、自分たちの企業を使い好きに操っていくという計画だというんです。もしそれが本当だったらもう計画全部バレてますね。ちょっとあまりにもぶっ飛んだ話だけど、ここまでぶっ飛んだ説があるのもなんか怖いよね。ただ偶然かは分かりませんが、当時友達作戦で来たアメリ
リカ空母の名前がロナルド・レーガン。もうだいぶ前からやられてますわね。またイルミナティカードにもね、人工地震を思わせるカードが存在してますよね。しかも地面に向かって何かね、ビームを出しているような、カードに描かれている波形も人工地震の波形を表しているような、イルミナティカードはね、ただのカードゲームなんですけど、ただ大きな出来事は事前に、映画とかテレビ、広告、本とか、ゲームとか、いろんなところでね、事前に散りばめているっていう話もあるじゃないですか。それだったらね、僕ちょっと見逃す方が多いので、事前にね、教えてもらっていかがでしょうか、この人工地震。ちょっとね、深掘りして調べていくと結構興味深い情報が出てきますよね。僕自身はね、結構なんか物事楽観的に考えちゃってるので、人工地震肯定もしないし、否定もしないけど、そういった技術が実際にあるとは僕的には思っているので、もう人類結構いいとこまで来てるじゃん。そこそこね、技術あると思っているので、実際にそれがね、兵器として使われているかどうかは別ですよ。みんなはどう思いますかね、これについて。コメント欄にぜひ書いていてください。それでは皆さんご視聴ありがとうございました。